おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は実験動画です。こいつですね。これはシーガルなんですけれど、カナダのメーカーですね。楽器屋さんで働いてた時に安く手に入れたんだか。なんかそれで手に入れて、分解しました。これはですね、ちなみにここの部分はボルトで2本で止まってますけれど、指板は接着されてるタイプでしたね。で、今日はアコースティックギターは、どのぐらいの強度があるのかっていうのを実験で確かめてみたいと思います。弦を張ってチューニングをすると5、60キロとかそのぐらいの張力がかかるよっていう皆さんご存知の方もいると思うんですけれど、そういったツッコミはちょっと控えていただいて楽しければいいじゃないかということで、こんな動画をご用意しました。ではどうぞ。まずはバック側からいきます。今日は特別ゲストを呼んでますので呼びたいと思います。いいよ、こっち来て。こんにちは。では行きます。1人目。乗れた。ちょっとそーっと歩いてみて。いいね。乗れた。じゃあ次。はい、どうぞ。乗れました。じゃあ、反対にしてみようか。はい。どうぞ。歩けますか？ほほほほほ。乗れた。ここまで来て。いいよ、こっちまで。で、ほら。はーい。はい、じゃあ次。こっちまで。おお。ギター壊れる？お客さんのギターが壊れる。どうしましょう？じゃあ今度は2人。はい、もう1人。乗れた？いける？じゃあ今度反対しましょう。はい、じゃあどうぞ。はい。反対は全然平気だね。じゃあぴょんぴょんぴょんって跳ねてみようか。うわ、怖い。はい。いいよ。せーの。いけるもんかね。飯飯ってね。これ何？あ、バキッつったね今ね。だから。うわあ。はい、ありがとう。ありがとう、バイバイ。ありがとう、バイバイ。ありがとう、バイバイ。バイバイ。後で内部を検証してみたいと思います。2回ほどバキッと言いました。一応外見からですね、表面と側面と、裏面、全部表面の板の部分を調べてみたんですけれど、特に板割れは起きてませんでした。で、多分バキッバキッっていう音が鳴ったのは、おそらく内部のブレーシングが折れてるか、接着が剥がれた音だと思うんですよね。で、じゃあ実際に内部を調べてみました。まずバックブレーシングからですね。ペンチングナイフで隙間があるかどうかチェックしてみたんですけれど、特にバックブレーシングに関しては折れてもないですし、接着剤が剥がれてもいませんでした。やっぱりね、トップに比べるとバックの方が結構丸みを帯びてるので、アーチ状になってるために多分
強いんだと思うんですね。で、次はトップの裏側、ブレーシングです。これはですね、4箇所か5箇所ぐらい剥がれてましたね。で、まずトーンバーですね。一番小さなブレーシング。このように、接着剤が剥がれてました。一番ボディの下の部分のトーンバーも2箇所剥がれてましたね。このチェックの仕方は、トップの板を指で結構こう力強く押してみると、このように剥がれてたりすると隙間ができるのが確認できるんですね。あんまりやりすぎると板までバキッていっちゃいますから、ちょっと加減が必要ですけど。で、あとここも反対側の、小さなトーンバーも剥がれてましたね。2箇所か。ここも剥がれてましたね。はい。ということで、まあこんな感じでですね、当初予想していたよりかは、力強いんだなっていう、こう、強固にできてるんだなっていう印象ですね。弦をチューニングすると、アコースティックギター弦の場合は多分60キロぐらいはかかってると思うんですよね。体重の軽い大人が1人乗ったとしても、一応耐えうる強度にはなってるはずなんですけれど、ただまあ、製作家によって、例えば初期のものに関してはすごく薄くできてるんだけれど、今のやつはそれほど昔に比べれば薄くできてないとかっていうそういう違いはあるので、個々によって割と強度の差っていうのはあると思いますね。で、まあ理想としては、弦の張力に耐えうる最低限の強度を確保してアコースティックギターっていうのは作られるべきだと思うんですよ。特にこのトップの部分とかの骨組みの厚さとか幅とかそういう部分を微妙にこう調整してあげることで、サウンドとかにも影響してきますし、アコースティックギターっていうのはそういう面白さがありますよね、作ってて。で、今回ちょっと驚いたのは必ず骨組みのどこかが折れるんじゃないかなと思ってたんですけれど、それが全くなかったですね。接着剤が剥がれただけであって、木がボキって折れるっていうようなことは全然ありませんでした。はい。ということで、感覚としてアコースティックギターっていうものをこういろいろね、いじられる方っていうのは割とこう弱いんじゃないかっていうふうに思ってそーっとする方って多いんですけれど、案外ね、しっかりしてるんですよね。そんなにコアゴア使わなくてもアコースティックギターは結構強度はあります。こういう風な感覚を自分自身でこう肌でこう感じて確かめておくと、例えばフレット交換を行う際にここの指板面に乗った部分、どのぐらいこうハンマーでガンガン打っても下まで影響が及ばないかとかっていうそういう感覚が分かってくるので、割とね、こういうなんていうんですか、いらないギターを分解していろいろ自分でこう上に乗っちゃったりね、あとはこうまあ殴ってもいいでしょう、ストレス解消に。で、最後は燃やしてもいいかもしれないですけど、そういう風なお遊びをしてみるとギターをいじる方はギターってこんぐらい強度があるんだってわかるかもしれないです。結構面白いですよ。はい、そんな動画でした。ちょっと話がそれるんですけれど、前回アップした動画、制作家修理屋さんにとって、演奏技術はどのぐらい必要かっていう動画をアップしたんですけれど、初心者に毛が生えた程度のレベルでは、個人制作家としては全く務まらないと私は思ってます。私が間違ってたかもしれないですね。というのも、つい先日噂では聞いてたんですけれど、逗子の方で
オールカーボン製のウクレレとかギターを作ってるところがあるっていう風に風の噂で聞いてたんですよ。で、実はそこからコンタクトがありまして、今作ってるオールカーボン製のアコースティックギターのナットの部分とサドルをこちらで取り付けてくれないかっていう依頼があったんですね。で、その、カーボン製のギターに、ナットとサドルを取り付けて現場で貼って納品をしに行ったんですけれど、ギターを作ってる現場がこう見たくてですね、ぜひちょっと見学させてもらえませんかっていうことで、届けに行ったんですね。で、そしたらですね、納品するじゃないですか。すぐ弾いて確かめるのかなと思ったら、全然弾かないんですよ。そこはですね、親子2人でやられてるんですけれど、2人ともですね、ギターが全く弾けないということでした。にもかかわらず、これかなり鳴ります。驚いたのは、内部のブレーシングが一切ないんですよね。バック面も側面も、トップ面も全くまっさらです。単なる、カーボンの板ですね。トップに関しては、カーボンをこう積層重ねていくとすごくなんかこう重くなっちゃって硬くなりすぎるそうなので、ハニカムの層を1枚真ん中に挟んで、でカーボンでこうやってサンドイッチしてるそうですね。割とものすごく広域がシャンシャン出るようなブライトな音がしましたね。ただやっぱりこうジャーンって弾いた時に出てくる第一印象っていうのはものすごくバーンって鳴るなっていう、そういう楽器でした。で持ってみても全く違和感ないですし、弾きやすかったですね。いろいろお話伺ったところ、 4,5 年ぐらい前に初めてのアコースティックギターの第1号作を作られたっていうことで、それからわずか4年でギターが弾けないにもかかわらず、ここまで素晴らしい楽器が作れるんだなっていう、非常に感激しましたね。ブランド名はスミマルっていうブランド名ですね。もともとカヌーとかカヤックとかそういった船とかで、修理を行うお仕事がメインだそうで、その関係上カーボンの成形技術に関してすごく技術に長けているっていうところです。やっぱり世の中広いのでいろんな方がいるということですね。まさかこんなご近所に、そんな方がいらっしゃるとは思いもよりませんでしたけど、大変勉強になりました。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。